高ジャワルコンゾンチアキです。安藤です。今回はよく行く店の店員に顔を覚えられたくないよなっていう話なんやけど。わかるわ。わかるわかる。あるポストを取り上げるんやけど、これが漫画のポストで、中身要約すると、登場人物が女の人なんやけど、一人でゆっくり過ごせるのが気に入っとって何度も来店しとったカフェがあったんやけど、ある日そこで会計をすると、店員さんにいつもありがとうございますと言われた。で、その瞬間にもうそのカフェに行くのが無理になったっていう話なんやけど、このポストにすごい共感の声が寄せられて、一種のバズりっていうバズっとる状態になっとって、昔のポストなんやけどな、去年とかの話なんやけど、インプレッションが838万で、リツイートも7000で、いいねが 5.4 万とか。で、そこに寄せられたリプライ、周りが私を覚えてないから私も周りを気にしなくて済んどって、読書とか仕事に集中できるのに自分が認識されてしまったおかげで、そういうことができなくなると。自分が認識されてない空間が好きとか、普段他で愛想よくしてる分無でいたい。認識されてしまったらこっちもせざるを得ないとか。はい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 。っていう感じになっとって。で、俺もこのポスト見たときすごい共感したんやけど、ただ、こういう人結構おると思うんやけど、この感情を、この心理をなかなか言葉にするのって難しくて。はいはい。なんで店員に顔を覚えられたくないのかなっていうのを考えたときに、店員と客っていう一定の距離が崩された感じがする。ああ、なるほどね。あと、店員から監視されとるような気持ちになってしまうよな。自分が知られとるってことやからな。何を頼んどるのかとか、いつもの人だっていう。顔が覚えられるってことはさ、自分の言動とかセリフもさ、顔に紐付けられて覚えられとるんじゃないかっていう感覚になるんよ。確かに気分は良くないわな。で、そうなると、そのお店で下手なことできやんくなる。別に変なことはせんねやけど、失敗できやんっていうか、はいはい。っていう感覚になるんよ。飲食とかやったら普通にな、飯食っとる、飯さえ食えればいいっていう場所が変に店のことを気遣ったりするようになってしまうと。混んどるから早く食って早く席開けようとか、勉強とかするの迷惑かなとか、電話とかもっていう、本当にただ飯が食いたいからその店に入ったのに、なんで飯以外のことで気使わなあかんのやっていう感情が出てしまうよ。店員がさ、他人からちょっと知っとる人に変わってしまうやん。確かに。そうなると他人以上の気遣いが発生するんよな。店入るときにあの店員おるなっていうのを一瞬でもよぎってしまうからな。別にこっちが一方的に知っとるだけやったらまだいいんやけどな。向こうもいつも来る人っていうな認識になると、他人っていうよりは知り合いにちょっと近くなるからさ。確かにな。他人も気使うんやけど、他人に対する気遣いとちょっと知っとる人に対する気遣いって違うやんな。違うな。それでさっきのポストじゃないけど、いつもありがとうございますとか、さらにはいつものでいいですかとか。そこまで来たらもう最悪やな。もうこっちが頼むかさえバレて、で良かれと思って言っとるんか知らんけど。俺もさ、昔毎朝行っとったカフェがあったんやけど、平日毎日行っとって、多分1ヶ月ぐらい経ったぐらいで、店に入ったらもう注文してないのに、いつも頼んどったドリンクが席に勝手に届くようになってしまって。それはまずいね。なかなかないと思うんやけど、これをされるとさ、いつも自分が何を頼んどるか観察されとるみたいな感じがして。はい、確かにな。店側はもう常連さんで良かれと思ってっていうのはあると思うけど。そうそう。注文する手間を省いてやっとるって思っとるかもしれんけど、こっちはじゃあもう違うもん頼めなくなるやんな。そう。毎日さ、いくらそうやとしてもさ、一応その注文は取れようとは思うけどな。そうやな。形式上はな、一応取っといてほしいよな。そう。あんな自分がさ、その常連と認知されて嬉しいのってもう、じじいばばだけやろ。陽キャか。よっぽどの陽キャか。いや、俺陽キャとか関係ない。俺ただの暇な人だと思うけどな、そんな。認識されたい人なんで。でも、確かにおじさんとか、じじいばばは、やたらと店員にな、認知されたがってる気するな。会話しようとするもんな。そう。コンビニとかでさ、おばちゃんとか若い女の人のさ、店員の時にさ、じじいがさ、やたらだべってさ、後ろ並んどんのに。しかもそういうやつに限って絶対現金払いやし。もた。常連みたいな会話しやがってよ。自分がそういう人を好きじゃないから、自分がそうなりたくないっていうのはあるかもしれない。確かにな。実際俺も学生の頃スーパーでバイトしとった時に、常連とか毎日来る人っていうのは覚えるわけよ。またおるな、みたいな。でも結局その程度で、こっちがスーパーの店員なんで声かけることもないからさ、あれなんやけど、客の立場として声をかけられただけで、やたら気にしすぎっていうのも、そのせいでわざわざ店を変えるっていうのも、なんかバカらしいなって思って結局、同じスーパーとか同じコンビニに行くことになってしまうから。
選択肢が少ない。で、そうそう。特にさ、田舎に住んどる方がさ、一個店がなくなるっていうのは結構死活問題になってくるからさ、甘んじとるってことはあるけどな。覚えられるのもしょうがないなっていう。そうそう、もう、ある程度割り切って。バイトも少ないやろうしな。そうそうそう。会話するってなると、スタバの店員とかさ、結構、スタバやと逆に店員になりたい客っていうの結構おるっぽくて。はい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 。覚えられたくて、毎日同じ時間帯に通うっていう人もおる。スタバは距離感近いな。近いよな。ありがた迷惑やで。けどそういうのが好きな人が行くんかもしれんけどな。確かにな。それはそうやと思うわ。むしろその店員とのコミュニケーションを楽しみに、スタバのそういう席料も込みっていう割り切ってる人は多いと思う。それも嫌やけどな。まあな。でも俺らが妥協するしかない、それは。注文だけでいいんよ。注文とさ、プラスアルファの会話必要になってくるやん。確かに。あくまでも客と店員っていう一線は引いてほしいわ。それ以上のコミュニケーションいらんのよな。いらん。俺もスタバじゃないけどさ、俺かまど屋でよく弁当買ってさ、晩飯帰ってる時あんねんけど、いつも決まったもんしか食べやんねんけど、たまに違うのやった時に、今日は何々じゃないんやぜ、みたいな。言われて、ババアに。それがな、ちょっと。ほっとけよって思うよ。そう、ほっとけよとか。で、なんか、余っとる惣菜、なんか、良かれと思ってくれたことあるしな。それはそれでまあ、良かったっちゃ良かったけど、別に常連やからそんなサービスしてもらわんでもええとは思うけど。特別扱いみたいな、されるのも困るよな。そう。逆に嫌やわ。愛想よく接してかなあかんのかなって思ってしまうしな。そやな、さっきの話じゃないけど、そこで店側の考えてしまうようになってしまう。向こうがいつもありがとうございますとかさ、今日はお仕事終わりですかみたいなそういう客と店員では必要ない会話をさ、放り込んでくるとさ、こっちもそれなりのな、愛想を振りまかなあかんような感じになってしまってさ、そのコミュニケーションがちょっとめんどくさいんよ。わかるわ、それ。大学でさ、よくある、ヨットモと一緒やんな。お疲れっていう挨拶だけをする仲みたいな。そう。お互い知っとんのやけど、そんな仲良くないから、すごい内容のない会話しかできやんみたいな。それのくらいやったらもう鼻から挨拶すらせん方がいいレベルまであるわ。そうやな。失敗できやんのよ。変なことできやんっていうのでさ、結局自分がさ、よく行く店ってさ、同じ時間帯とか同じ曜日に行っとったらさ、他の客も大体同じ奴らに乗ってくんのよ。メンツが。わかる。こいついつもおるなっていう客がおるんよ。自分が常連やったらまあ常連はおるわな。向こうもそう思っとんのやろうけど。一回さ、よく行くカフェで、いつもおるなって思っとった客がさ、一回グラスを落として割ったことがあって。はい。で、なんか店員に掃除させとったんやけど、自分やったらもうこれやんなと思って、それを見て。はい。店員にもうすでに覚えられとったらな。でもまあそのグラス割った人は普通にそれ以降も来とったからメンタル強いなと思ったけど。ある程度気にしすぎんっていうのも大事かもしれんな。いやだってやっぱりさ、常連になるってことはやっぱその店のさ、そういう味とかが落ち着くとか、いろんな要素があって常連になるわけやから、そんな覚えられたっていうぐらいで店を変えるのはもったいないとは思いつつもなんさな。いやだからマジで店員は余分な会話を求めてないから、もう淡々と仕事をこなしてほしい。でもこういう話を人にすると、コミュ障なんじゃないのって言われる。コミッション、そう思われる。てか実際に SNS とかでも、この最初に言ったポストでも、ただコミッションなだけやろっていう反応もあるんや。いや、これは、コミッション陰キャの特性か。俺らみたいな弱者男性のこう思われるだろうって被害妄想か。俺はこいつはいつもこれしか食わんなみたいな、つまらんやつやみたいな。いやこれは結構共感する人多いと思うけどな。どうなんやろな。でも自分が店員側の時も大体もう3回ぐらい来たらもう覚えてしまうけどな。で、こいついつもこれ頼んどんなとか思うけどな。だからこそ自分が客になった時にもう絶対覚えられとるわって思ってしまうよな。だからこれがさ、スナックとかさ、個人の経営しとるようなところでママさんとかに会いに行くっていう目的とかやったらさ、常連ずらしてさ、後輩とかも連れて俺の店でいつものみたいな言うのは別にいいと思うんやけど、それをただの昼間のランチとかそういう店で常連醸し出した雰囲気になるのはちょっと嫌やな。でも俺そういう夜の店、居酒屋とかで常連ずらしとる人嫌いやけどな。嫌いっていうか苦手やな。なんかそういう人、やっぱおじさんとかでもさ、よくおるんやけど。わかるよ。俺の店連れてったるわっつってさ、で、このママさんはこういう人でみたいな。別にいらんパーソナルな情報を提供されるっていう。あと、自分が初めて行った店でさ、常連が常連ずらしとるのも嫌やんな。言いづらいよな。言いづらい。久しぶりじゃんみたいな言っとるやつ。もうそこに
コミュニティができとるの入った瞬間、ここ、俺のアウェー感が一気に出てきて、すぐ帰りたくなる。そういうアットホームなコミュニティがもう出来上がっとる個人経営の居酒屋とかスナックはちょっときついわ。初見からすると。最近来てなかったじゃんってさ。無理。生でいいよねとかなんか言う。タメ口で話しかけられるのも嫌やもん、俺も店員に。確かにな、距離感がな。客と店員っていう、そこ一線はわきまえてほしいわ。これさ、日本人がさ、コミュ障が多いから、俺らみたいながさ、やっぱ典型的な日本人なんかなと思ってさ、調べたらさ、2019年にエクスペディアがアンケートを取ってフライト内コミュニケーションに関する国際調査を行ってて、世界23カ国の男女18,237名を対象とした調査で、飛行機の機内で隣の席の知らない人に話しかけますかっていう問いに対して、国別でランキングが出とんだけど、一番その話しかけるって答えた人が多いのがインド人で 60%。すごい陽キャやな。陽キャかわからんけど。2位がメキシコで 59% で、3位がブラジルで 51%。陽気やな。陽気なイメージだ。で、まあ、日本人は圧倒的最下位 15% だけど。逆に 15% もおるんかっていうレベルやな。そう多いなと思った俺。多い。だから10人に1人以上話しかけられるんかと思ったけどな。話しかけられたことねえけどな。寝たふりとかするからな。機内とか、隣知らんやつやったらマジで。だから日本人はその国民のな、そういう性格として知らない人とのコミュニケーションが苦手だなと思うわ。いや、わかるわ。店員がさ、良かれと思っていつもありがとうございますとかさ、いつものですねみたいな話しかけ方をするんやと思うけどさ、自分がこれが嫌やなと思ったら、自分が店員になった時絶対そういう接し方したくないなと思うもん。そうやな。いや、それ俺はバイトの経験で思っとるな。ずっと社会人になってからも。チェーン店やったら慣れ慣れしい接客されやんかなと思ったらそうでもないしな。確かに。コンビニですらそういうのされるやろ。もう毎日だったら。される。バイトの性格次第だよな。共感してくれる人は、調べるとやっぱな、時間帯とか曜日をコロコロ変えて利用するのが一番効果的らしいから、そういう対策をしてみたらいいんじゃないかなと思います。確かに。俺も意識しすぎてさ、クリスマスに本当行きたかった飯屋、ちょっと見え張っていかんだもん。そこで食いたかったのに本当は。それは確かにな、認知されとるとな、クリスマスとか行きにくいな。そう。特にな、一人で行ったりとかな。見え張ってしまったわ。こいつはクリスマス一人で、そこココイチなんやけどさ、一人でココイチ食いに来たんかって思われるのが嫌すぎて、本当はココイチ食いたかったけど。まあその店員もバイトしとるから、クリスマスに。人のこと言うやんけどな。確かに。お前もクリスマス。でも仕事とあれは違うから、客として行くのは。確かに。っていう弊害も出てきてしまったわ。気にしすぎるのは。そう。気にしすぎるの良くない。店員さん、今働いとる側の人で、これ聞いとったら、あんまり認知しとるってことを匂わせないような接客をしてほしいな。確かに。良かれと思ってやっとることが全部裏目になっとるってことをちょっと分かってほしいわ。そういう感じで今日はよく行く店の店員に顔を覚えられたくないっていう話をしていました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルか分からなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新しているので読んでくれたら嬉しいです。